1、本当にあった怖い話。12月の夜、もう12時を過ぎている。東京の郊外にある大きな家から話している声や笑っている声が時々聞こえてくる。その大きな家の1階に4人の人がいた。もう12時を過ぎているというのに、彼らは全然眠くならず、階段を楽しく話している。ソファーに座っている2人は、この家の主人と妻だ。主人の山田良太は、30歳くらいで、家がお金持ちのため、毎日食べて飲んで騒ぐことしか知らない人だった。妻の愛子は25歳で、綺麗な服を着て、美しく笑っている。3人目は、春男という、とても痩せている若い男だ。彼は、良太の親友で、この家によく来る客だ。4人目は、若いメイドだ。彼女はあまり背が高くなく、少し太っている。妻の愛子が最も信じている女性で、花江という名前だ。今日の夕方、良太、愛子、春男の3人は映画館でホラー映画を見た。良太と愛子はホラー映画を初めて見た。特に愛子は怖がりな性格のため幽霊をとても怖がっていた。しかし、人は怖ければ怖いほどそういうものを見たくなるのだ。家に帰ってからも映画の話だけでなく、聞いたことがある怪談を話し始めた。春男は怪談にほとんど興味がなかったが、みんなが楽しそうだったので、いくつかの怪談を話した。メイドの花江も怪談を楽しく聞いていた。花江は、次は私が知っている話をお話しします。と言って話を始めた。私たちの家の近くにとても悪い弁護士がいました。ある日、彼はお金のためにいい人を死なせてしまいました。その日から3年、弁護士はお金を持っていたので、毎日楽しく生活していました。ある日の夜、その弁護士は友達とお酒を飲んだ後、一人で歩いて家に帰っていました。帰っている間、彼はずっと誰かが自分の後ろをつけているような気がしていました。その時はもう夜の12時を過ぎていました。小さな道を歩いていたので、道には誰もいませんでした。電灯もなく、とても暗くて静かでした。彼は誰もいない道なのに、どうして後ろから誰かの足音を感じ続けるのだろうと、不思議に思いました。そして、彼が足を止めると、その足音も聞こえなくなりました。しかし、彼がまた歩き始めると、足音もまた聞こえてきます。月の光が見えたとき、彼はついに後ろを見ました。その男は、3年前に、彼が殺した男でした。男は静かに彼を見て、優しく笑いました。彼は、とても怖くなり、走って、家に帰りました。しかし、玄関までついてくる、静かな足音が聞こえた気がしました。家に帰ると、彼は何も話せませんでした。その夜、彼は急に倒れて、そのまま亡くなってしまいました。彼が亡くなった後、家族は彼の首に黒くて大きな手の跡を見つけました。彼の家族は、それは幽霊の手の跡で、彼は幽霊の手で殺されたんだと言いました。花江は最初から最後まで休まずに話をした。最後に、まだみんなを怖がらせたかったのかどうかわからないが、彼女はこう言った。これは怪談ではなく、本当にあった話なんです。この弁護士の家は、私たちの家の近くにありますから。
愛子は、それが本当の話だと聞くと、とても怖くなって、夫の近くで震えていた。花江がこの怪談を話し終えた時には、すっかり遅い時間になっていた。この大きな家は、東京の郊外にあり、いつも静かな場所だった。しかし、話し声がしなくなった今、家の周りは特に静かだった。春男は、椅子から立ち上がり、家に帰った。花江はテーブルの上を片付けてから、3階の自分の部屋に戻った。良太と愛子も部屋に戻った。良太はとても眠かったので、ベッドに横になるとすぐに眠ってしまった。しかし、愛子は眠れなかった。彼女は怖がりな性格なのに、ホラー映画を見ただけでなく、たくさんの怪談を聞いてしまった。彼女は、外の風の音を聞きながら、部屋の中を見ていた。何かがおかしいと感じた。最後に、花江が話した幽霊の手の話が忘れられずにずっと頭の中で思い出されていた。2、幽霊の手。愛子は最近、咳がひどく、夫の邪魔をしないように寝ている。二人は、同じベッドで寝ているが、頭の場所が反対だ。愛子は、自分の頭を良太の足の横に置いて寝ている。この夜、寝る前に彼女は、寝る場所を変えるように夫に頼んだ。理由は、夫が、ライトの近くで寝ていたので、夜、眠れない時に、ライトをつけることができるようにしたいから、場所を変えたい、ということだった。この日の夜、愛子は1時間の間に、4回も5回も、ライトをつけたり消したりしていたら、夫も何回も起きてしまった。ついに夫が怒ってしまったので、彼女はもうライトをつけないようにした。愛子は眠れなかった。眠るのが怖かった。彼女は、幽霊の手のことを考え、嫌な気持ちになっていた。さらに30分経っても、1時間経っても愛子は眠れなかった。眠れないので、ベッドから降りて、夫の眠るための薬を探して、2つ飲んだ。その薬は、とても強かったので、愛子が眠るのに時間はかからなかった。どのくらい眠ったかわからないが、暗い中、彼女は何かを感じて、目が覚めた。彼女の首に、そっと触れる手があった。彼女は、半分眠っていて、夫が横で寝ていないことを忘れていた。最初、彼女は、夫が触っていると思った。しかし、体に力が入らず、動くことができない。しばらくして、怖いことが起きた。もう一回、首に手が触れるのを感じた。しかし、この手は、最初の手とは違っていた。二回目の手は、とても冷たかった。その冷たい手が、愛子の首に触れたとき、愛子は、わあ、幽霊の手だ。と、思った。彼女は怖くなり、目が覚めた。今日見たホラー映画と、弁護士を殺した幽霊の手のことを思い出した。彼女は、とても怖くなり、緊張した。そして、声を出そうとしたが、できなかった。彼女は、どのくらい時間が経ったかわからなかった。時間が、とてもゆっくり過ぎていくのを感じていた。そして、ついに気を失ってしまった。次の日の朝、良太が起きると、妻の顔が火のように赤くなっていることに気がついた。そして、彼女は、ずっと何かを言っている。彼が彼女の頭を触ると、とても熱かった。良太は起きて、大きな声で、愛子に起きるように言った。目が覚めた愛子は何かを怖がっていて、泣きながら、昨夜のことを良太に話した。1時間後、医者が来た。愛子を見た医者は、
この女性が病気になったのは、とても驚くことがあったからです。今は静かに休んで、これ以上、怖がらないようにする必要があります。彼女のような、怖がりな性格の人は、ホラー映画を見たり、怪談を聞いたりしてはいけません。と、言った。医者が愛子を見ている間、一つ不思議なことが起きた。その医者は、愛子のベッドから変な匂いがすることに気がついた。その医者は、愛子のベッドの横に小さな布が落ちているのを見つけ、その変な匂いは、その布からしていると気がついた。そして、それは昏睡薬の匂いだった。しかし、医者は探偵ではないので、愛子を見ただけで帰ってしまった。その時、呼んでもいない春男が良太の家に来た。良太は春男に、昨夜のことを話した。良太は、どうして、ここに昏睡薬があるのだろう。と、不思議に思った。そして、春男を見て、君は、頭がいいんだから、何が起きたかわかるだろう。と、言った。ははは。こんな不思議なこと、僕にもわからないよ。名探偵のシャーロック・ホームズに頼まないと無理だ。と、春男は笑った。しかし、日本に、シャーロック・ホームズはいない。日本に、シャーロック・ホームズはいないが、名探偵の明智小五郎はいる。春男は良太に、名探偵の明智小五郎の事務所に電話をかけるように言った。良太は、自分で電話をかけたくなかった。そこで春男は、探偵事務所の電話番号を調べて、電話をかけた。春男は、探偵は忙しいので、頼んでも来てくれないと思っていた。しかし、電話に出た人は、すぐに行くので、待っていてください。と、言った。3、名探偵、明智小五郎。1時間後、名探偵、明智小五郎が良太の家に来た。良太、春男、花江、その他の人たちはみんな、この名探偵を見て、耳に大きな赤い跡があること以外、何も特別なところがないと感じた。彼の服は大きくて古く、靴は汚れていた。この名探偵は、良太にいろいろ質問した。それから、ソファーに座ってこの出来事について考えた。彼は良太が言ったことを、頭の中でゆっくり考えた。誰かが昨夜、彼らの部屋に入り、昏睡薬を使って、このベッドで寝ている人が起きないようにしようとしたのだろう。しかし、何か理由があって、それは実行されなかった。その人の目的は何だったのだろう。何かを盗むため？しかし、この部屋には、たくさんの金時計やアクセサリーがあるが、何も盗まれていない。人を殺すため？しかし、この部屋には2人の人が寝ていたが、誰も殺されていない。人を殺そうと思っていたなら、愛子は熱を出すだけではなく、殺されていただろう。その人は何も盗まず、誰も殺さなかった。では、この部屋に入った目的は何だったのか。そう考えながら、探偵はタバコを取り出して、それを吸いながら考えた。妻の愛子は、2回目はとても冷たい手だったので、すっかり目が覚めてしまったと言った。普通の人と変わらない1回目の手は、彼女を怖がらせなかったということだ。昨夜この部屋に入ったのは1人ではなく、2人だったことがわかる。では、どうして2回目の手はそんなに冷たかったのか。この部屋の中にいた人であれば、部屋は暖房がついていて、手が冷たくなることはないはずだ。手が冷たくなるような状況は2つしかない。1つ目は、外から家に入ったばかりの人だ。12月で昨夜は雪が降ったので、とても寒かった。2つ目は、痩せている人だ。
痩せている人の手は、冬になるとずっと冷たい。昨夜は2人の人間がこの部屋に入ってきたということだ。最初の手は、家の中にいた人の手で、幽霊のように冷たい2回目の手は、外から来た人の手か、すごく痩せている人の手ということだ。よく考えられた計画だ。何のために、こんなことをしたのだろうか。ここまで考えてから、探偵は顔を上げ、部屋の中にいる人の顔を、左から右へと、ゆっくり見た。彼は、太った女と痩せた男の上で、目を留めた。探偵がずっと何も言わずにみんなを見ているだけだったので、良太は待てなくなった。彼は、すみません、明智さん。聞いてもいいですか？昨夜の出来事は、人間がやりましたか？それとも幽霊がやりましたか？と、聞いた。探偵は笑って、この出来事は、とても不思議なので、幽霊がやったように見えますね。と、言った。それを聞いた良太は、本当に幽霊がやったんだ。だから、私のところに来なかったんだ。と、急に言い出した。探偵は、どうしてそう思うんですか？と、聞いた。良太は、私は曽祖父からもらった宝物を首に下げています。だから、幽霊は、私のところに来ることができないんです。と、答えた。その時、隣の男が乾いた咳をした。とても痩せている、細い体の春男だ。探偵は、首に下げている宝物の？と、驚いて言った。そして、彼は、この家の主人の良太とその妻の愛子が、昨夜、寝る場所を変えたと聞いた。そして、暗い中で愛子は2回、首を触られた。2回の不思議な手は、良太の首に触れようとしていたのに、間違えて、愛子の首に触れてしまったということだろうか。と、考えた。探偵は良太に、それはどんな宝物ですか？教えてくれますか？と、聞いた。それは、彼がこの家に入って、初めて出した大きな声だった。良太は、これは、僕の曽祖父のもので、外国から持ち帰ったものだと聞いています。特別なものではありませんが、魔除けの力があるんです。子供の頃から首に下げています。だから、僕は、幽霊や不思議なものに会ったことは、一回もありません。と、言った。探偵は、その宝物を見せてもらえますか？と、言った。彼はとても興味を持っているようだった。良太は少し考えて、はい。とても小さな金の竜なんです。と、言った。そして、彼は、首から金の鎖を取った。その金の鎖には、小さな袋がついていた。その袋の中に、小さな金の竜が隠されているのだろう。良太はいつもとは違う、とても真面目な顔をして、小さな袋を見ていた。良太はその袋を探偵に渡した。4、小さな金の竜。良太が探偵に小さな袋を渡したとき、春男が口を開いた。私は、良太さんがその小さな宝物の袋を誰かに触らせるのを見たことがありません。あなたは初めての人ですよ。と言った。それを聞いた探偵は、それなら私はまず手を洗わなければなりませんね。洗面所はどこですか？と言った。良太が洗面所の場所を教えると、探偵は洗面所に行った。しばらくすると、探偵が洗面所から戻ってきて、水だけでなく、石鹸も使ってしっかり手を洗ってきましたよ。と、笑って言った。良太はそれを聞いて、嬉しそうにしていた。探偵はソファーに座り、
小さな袋を開けて宝物を取り出した。それはとても小さな金色の竜で特別なものには見えなかった。探偵はその小さな竜を見て、このような特別ではないものが曽祖父から孫へ大切な宝物として渡されている。魔除けという理由とは別に他の理由があるはずだ。と思った。そう考えた探偵は、あなたの曽祖父について話してくれませんかと、良太に聞いた。良太は、探偵がどうして突然曽祖父のことを聞いたのかわからなかったが、昔、父が曽祖父について話してくれたことを話し始めた。良太の曽祖父は、海軍の軍人でとても頭がいい人だった。仕事でたくさんの国に行ったことがあった。最も長く住んだのはドイツだった。また、彼には有名な政治家の親友がいた。日本に帰った時、その親友の政治家にある計画を話した。しかし、その政治家は彼の計画を実行しなかった。そのことを残念に思った彼は、自分の両親がいる村に帰り、軍人の仕事をしなくなった。その村では、曽祖父の他に、軍人になった人はいなかったし、外国に行った人もいなかったので、村の人たちは曽祖父について、たくさんの驚く話を知っていた。その一つが、彼がドイツから、たくさんのダイヤモンドを持ち帰ったという話だった。そのダイヤモンドのおかげで、山田家は長い間、お金持ちとして生活することができた。だから、村中が山田家には、たくさんのダイヤモンドが隠されていると信じていた。しかし、山田家の子供たちや孫たちがダイヤモンドを探したが、今まで一つも見つかっていないそうだ。曽祖父は61歳で亡くなった。老人が亡くなる前、家族は老人の近くに座り、他に言うことはないかと聞いた。その時、老人はもう話すことができなかった。老人は、力がなくなった手を挙げて、耳を刺し、老と何回も言った。そして最後に、幸三と小さな声で言った。幸三は、老人の子供で、良太の父の名前だ。その時家族は、彼は耳が聞こえないので、耳を刺して、家族の質問が聞こえないと言ったのだろう。と思った。しかし、緊張している老人を見ていると、何かまだ言っていない大切なことがあるように見えた。そこで、家族は、ペンと紙を持ってきて、老人に渡した。老人は、力のない手で頑張って、ペンを取り、何かを紙に書こうとした。家族は、老人が書いた文字が、老だとわかるまでに時間がかかった。ついに老人は、ペンを置いて亡くなってしまった。その日から今日まで家族は曽祖父の最後の言葉の意味が分かっていない。良太は曽祖父の話を終えた。探偵は手に持っていた小さな金色の竜を見て、この小さな金色の竜の秘密は何だろう。もし、老の字が大切でないなら、どうして老人はそれを自分の家族に伝えたのだろう。小さな金色の竜、竜と、老人が亡くなる前に書いた最後の文字、老。老は、竜と、耳の二つの文字になる。老人は、竜と、耳の二つの文字を書こうとしたのだろうか。もしそれが正しければ、竜は、小さな金色の竜ということになるが、耳は何を意味するのだろうか。と、考えた。5、名探偵の調査。探偵は手の中にある小さな金色の竜をもう一回見た。見れば見るほど、その竜は鍵の形をしていると思った。もしこれが鍵なら、この鍵で開くドアがあるはずだ。では、そのドアはどこにあるのだろう。
ドアの向こうにはどんな秘密が隠されているのだろう。もしかして、遠い昔の秘密、見つからなかったダイヤモンドがそのドアの向こうにあるのだろうか。すべての答えは、耳という言葉にあるのかもしれない。昨夜、暗い部屋の中にいた幽霊の手は、その答えを知っているはずだ。その幽霊は、昨夜、良太と愛子が寝ている場所を変えていたことを知らず、良太がベッドのライトの近くで寝ていると思っていたので、そこに寝ている人の首に触れたのだ。しかし、そこに寝ていたのは、良太ではなく、愛子だったのだ。その幽霊の目的は、小さな金色の竜を盗むことだった。幽霊は、良太と愛子のことをよく知っているはずだ。探偵が頭を下げたまま、何も言わずに、小さな金色の竜を見ているのを見て、良太は、明智さん、私の曽祖父の話は、幽霊の手と何か関係があるのですかと、聞いた。探偵は頭を上げ、小さな金色の竜を良太に返し、まだわかりません。まず、すべての部屋を調べたいのですが、いいですかと、聞いた。良太は、はい、大丈夫です。私が案内しましょう。と、言った。探偵は、良太の後ろから2階に上がった。探偵は、1階と2階のすべての部屋を調べたが、どれも、普通の部屋で、特別なものはなかった。最後に、彼らは3階に来た。3階には、大きな部屋と小さな部屋があった。小さな部屋は、メイドの花江の部屋だった。最後に、彼らは3階の大きな部屋に入った。この大きな部屋のドアには、鍵がかかっていた。良太は鍵を取り出し、鍵を開けて、探偵を部屋の中に入れた。この部屋の中は、厚いカーテンがかかっていて、とても暗かった。部屋の中には、ソファーやテーブル、たくさんの美しい外国の絵や、古い本などがあった。探偵が最も興味を持ったのは、赤い布で覆われた、銅像のような大きなものだったが、赤い布で覆われていたので、それが何なのかよくわからなかった。探偵は前に出て、赤い布を取ろうとした。その時、突然、良太が、触らないで。と、大きな声で言った。探偵は、どうしてと、とても不思議そうに、良太を見ていた。良太は、この赤い布の下には、曽祖父がドイツから持ち帰った銅像があります。この銅像にはとても不思議な力があり、触ると悪いことが起きると聞いています。昔、この話を信じていない人が、この銅像を触ったことがありました。その人は、次の日に亡くなったそうです。このようなことは一回や二回ではありません。だから明智さん、安全のために、この銅像には触らないでください。と、言った。それを聞いた探偵は、突然後ろに倒れて、ソファーに座った。6、銅像の耳。良太は、明智さん、どうしたんですか？大丈夫ですか？と、聞いた。探偵は、少し頭が痛いです。水を持ってきてもらえますか？と、頭を触りながら言った。良太は、倒れた探偵を見て、だから、この銅像は触ってはいけないんだ。と、心の中で思った。そして、はい、わかりました。ここで待っていてください。と言って、水を取りに1階に行った。良太が部屋を出たのを見てから、探偵は、急いで、ソファーから立ち上がり、赤い布を取った。やはり、赤い布の下には、良太の曽祖父の銅像があった。大きな銅像と、小さな銅像の2つの銅像があった。彼は前に進み、
大きな銅像の耳を注意深く見て、手で何回も何回も触ってみた。そして、ついに穴を見つけた。その穴は、とても小さく、注意深く見たり、手で触ったりしなければ、気がつかないほど小さかった。探偵は、そっと笑った。彼は正しい鍵穴を見つけたのだ。彼の頭に、ある考えが出てきた。遠い昔、死にそうな老人が、ベッドに寝ていて、力のない手で、自分の耳を刺して一生懸命、こう言っている。子供たち、その小さな金色の竜を使って、私の大きな銅像の耳に刺してみなさい。そうすれば、私がずっと隠していた秘密を見つけることができる。必ず覚えておいてくれ、必要なことなんだ。良太の曽祖父は、そう言いたかったのだろう。しかし、その時の老人には、もう力がなく、はっきり話すことができなかった。老人は耳を刺して、竜と言ったが、家族は、耳が聞こえないという意味の、老と言ったんだと思った。次に老人が言った、銅像という言葉は、孫の名前、構造を呼んでいるのだと思った。こうして、良太の曽祖父の心の中に隠された秘密は、見つかることはなかった。では、銅像の中の秘密とは、何だったのか？探偵は銅像をもう一回見ようとしたが、足音に邪魔された。良太が、水が入ったコップを持って、急いで3階に戻ってきた。彼は、探偵に水を渡して、探偵がその水を飲んだのを見てから、明智さん、気分は良くなりましたか？と、聞いた。探偵は笑って、さっきは、考えすぎて少し頭が痛くなりましたが、もう大丈夫です。と、言った。良太は、探偵に、それは良かったです。この家のすべての部屋を見ました。昨夜の不思議な出来事について、何かわかりましたか？と、聞いた。探偵はテーブルにコップを置き、立ち上がって、はい。でも、まだ考えなければならないことがいくつかあります。3日後に答えを出します。と、言った。良太は、他にもいろいろ聞きたかったが、探偵は良太に何も言わせなかった。探偵が家を出て行った後、良太は2階に戻った。妻の愛子はまだベッドで寝ていた。そのベッドの横には、親友の春男とメイドの花江がいた。花江は、心配そうな顔で春男を見ていた。春男も、彼女を見ていた。7、竜の秘密。探偵の明智小五郎は、3日後に戻ってくると約束した。しかし、探偵は、3日後ではなく、次の日にまた来た。不思議なことに、彼は昼間ではなく、夜遅い時間に来た。探偵は家の前まで来て、頭を上げた。そして、乾いた咳をした。彼が咳をするとすぐに、3階にある一つの部屋の電気がついた。2分か3分経った後、家の裏のドアが開いて、黒い影が探偵の顔を見た。彼はその黒い影の後ろについて、家に入った。探偵は、この黒い影と一緒に、そっと3階まで上がった。この黒い影は震えているように見えた。3階に着くと、この探偵は、どこからか、鍵を取り出し、部屋のドアを簡単に開けた。探偵は黒い影を部屋の中に入れると、自分も部屋に入った。そっとドアを閉め、電気をつけた。この部屋には、厚いカーテンがかかっていたため、外の人からは、電気の光が見えなかった。その光の中で、黒い影はまだ震えていた。その黒い影は、メイドの花江だった。探偵は、部屋の中で最も大きくて、綺麗なソファーを見つけると、自分の家にいるような感じで座った。
そして、笑いながら、花江に、あなたも座ってください。と、言った。花江はまだ震えていて、緊張しているように見えた。探偵は彼女を見て、今日のこの状況は、おとといの夜、あなたがあの春男という男を連れてきた時と同じですね。と、聞いた。花江は頭を下げ、何も話さなかった。探偵は、さらに質問を続けた。でも、おとといの夜、あなたは、この3階には来ませんでしたね。春男は、この家の主人の部屋へ一緒に入って、彼が首に下げている、小さな宝物を盗んでくるよう、あなたに頼んだのです。そうでしょ？この仕事を終えたら、何をあげると約束されましたか？ダイヤモンドでしょ？でも、一つだけわからないことがあります。準備した昏睡薬を使わなかったのはどうしてですか？怖かったんですか？花江は何も話さなかった。探偵は笑って言った。ははは。花江と春男。あなたの名前は花、彼の名前は春。二人は恋人で、名前も関係があるんだね。さすがだ。あなたの恋人は、今日は来ないんですか？花江は探偵の前に立ち、頭を下げ、いつも赤い顔がさらに赤くなった。探偵は、この家に来る前は、自分の考えが正しいかどうか、まだわからなかったが、花江の顔を見て、自分の考えが正しかったとわかった。最後に探偵は時計を見て、じゃあ、仕事を始めよう。と、言った。彼はソファーから立つと、赤い布で覆われた銅像の前に立ち、それを取った。そして、持っていたカバンから小さな袋を取り出した。その小さな袋から、さらに小さなものを取り出した。それは、小さな竜で、良太が首に下げていた、小さな金色の竜の形によく似ていた。しかし、この小さな竜は金ではなく、鉄で作られていた。あの日、探偵が手を洗うために、小さな金色の竜を洗面所に持って行ったとき、彼は、小さな金色の竜を、石鹸の上から押して、小さな金色の竜の型を作ったのだ。そして、その型を使って、小さな鉄の竜を作った。探偵は、その小さな鉄の竜の頭を、大きな銅像の右耳の小さな穴にゆっくり刺して、ゆっくり回した。彼は緊張して、銅像を見たが、銅像は、全然動かず、何も起きなかった。彼は、とても残念に思った。彼は何かを考えているような顔をして、部屋を歩き回った。銅像を、もう一回よく見てみた。そして、銅像の右耳の後ろに、さらに小さな穴が開いていることに気がついた。次はこの小さな穴に、小さな鉄の竜の頭を刺し、何回か強く回してみた。突然、銅像の頭が動き、ゆっくりと後ろに倒れた。探偵の横に立っていた花江は、驚いて、声が出なかった。二人は、銅像の頭と首の真ん中に小さな箱が見えた。長い間の秘密がこの小さな箱に隠されているようだ。8、名探偵の告白。探偵は、銅像の頭と首の真ん中にあった箱を開けた。その箱の中には、とても小さなノートと小さな袋が入っていた。そのノートには、たくさんの文字が書かれていて、探偵は、それが良太の曽祖父のものだろうと思った。彼はソファーに座り、ノートに書かれた文字を、できるだけ早く読んだ。良太の曽祖父は、ある政治家と親友だった。昔、その政治家に、自分の計画を話したが、その政治家は、彼の計画を実行しなかった。その計画というのが、
このノートに書かれた海軍の計画だったようだ。この計画は、今ではあまり役に立たないが、老人が生きていた頃には、誰も考えないような、新しい計画だったんだろう。このノートの最後には、良太の曽祖父が、自分の子供や孫に伝えたい言葉が書かれていた。子供たち、孫たち、もし将来チャンスがあれば、この海軍計画を実行しなさい。小さな袋の中には、ドイツで手に入れた10個のダイヤモンドが入っている。これは、この国がこの海軍計画を実行するために使うものであり、他のことに使ってはいけない。探偵が袋を開けると、確かに袋の中に10個の美しいダイヤモンドが入っていた。ダイヤモンドを見て、探偵は嬉しくなった。隣にいた花江は、ダイヤモンドを初めて見たので、口を開けただけで何も言えなかった。探偵は花江を見て、ダイヤモンドを小さな袋に入れて、ノートとその小さな袋をカバンに入れた。そして、銅像の頭を元の場所に直し、赤い布で覆った。銅像は誰にも触られたことがないように見えた。探偵は花江に部屋に戻って寝なさい。このダイヤモンドは私がもらっておく。その代わり、君がこの家の主人の首から宝物を盗もうとしたことは誰にも言わない。それと、春男という君の恋人はいい人ではないから気をつけた方がいい。と言った。花江はゆっくりとドアに向かって歩き、ドアに着くと後ろにいる探偵を見て、明智さん、あのダイヤモンドを良太さんに返さないんですかと聞いた。探偵は頭を上げ、小さく笑って、どうして返さなきゃいけないんだ？私が見つけたダイヤモンドだ。と言った。それを聞いた花江は少し怒ったように、あなたは名探偵、明智小五郎さんですよね。どうしてこんなことをするんですか？と言った。探偵は笑って、私は名探偵ではなく怪盗だ。あの日、明智の事務所に誰もいないのを見たので、事務所に入って、あるものを取ったんだ。その時、あなたの恋人、春男くんが電話をかけてきたから、私が話したんだよ。と言った。それを聞いて花江は、あなたの名前は？と聞いた。怪盗は何も言わず、少し笑ってから部屋を出て行った。花江は彼の耳にあった赤い跡のことしか覚えていない。その夜の出来事は、花江以外、誰も知らなかった。そして、花江は、もちろん、誰にもそのことを話さなかった。3日後、明智小五郎から手紙が来た。手紙には、あの夜の幽霊の手は、幽霊ではなく、あなたの親友の春男でした。彼は、あなたの首にある、魔除けの、小さな宝物を盗みたかったからやったのです。と書かれていた。手紙と一緒に一冊のノートも入っていた。良太は、それが曽祖父のノートだと気がついた。自分が見たこともないこのノートを、どうして探偵が送ってくるのか、彼にはわからなかった。しかし、それ以上、彼は、そのノートに興味がなかったので、横のテーブルに置いた。この良太という男は、毎日遊ぶことしか考えていなかったので、ノートをしっかり読もうとは思わなかった。彼は、銅像、ダイヤモンド、そして、幽霊の手の本当の目的を知ることはなかった。